どうも、ひでちゅうです。お疲れ様です。最近はリサイクルショップで安く手に入れることができたスーパーフミナをなんとか可愛くならんかと思っていろいろいじったりしておりました。ウェーブのエッジアイズともともとついてたシールを使ってドールアイっぽい加工をしてみたり、目の周りをいろんな瞑想符で買ってきて塗装してみたりといろいろ試した結果、なんとかこれぐらいの顔にすることはできました。元から比べるとだいぶよくできたんじゃないかなと思ってはいます。どうでしょうか。で、実はその前はこちらのフィギュアライズスタンダードの普通の星野文奈さんをいじったりしてました。こちら友達が東京に旅行に行ったついでに買ってきてくれたガンダムベース限定カラーの文奈さんですね。なんとかならんかと思っていろいろいじくり回してたんですけれども、結局手首を小さくするのがかなり効くというのが最後に分かりまして、素材少女庭園から手首を移植しております。胴体のど真ん中に延長した跡が残ってたりして、実は作りかけのまま放置しちゃっております。うおー、なんだこれは。パッケージから漂うとても可愛いフミナ感。なんだこりゃ。はい、そういうことで令和最新版フミナことフィギュアライズスタンダードアバターフミナです。発表された当初は全然興味がなかったんですけれども、最近立て続けにフミナを作ってきたものですから、これはもう勢いで作るしかねえなと思って発売日当日朝から並んで買ってまいりました。細かい説明は不要ですよね。早速作っていきましょう。さてさて、令和最新版パイセン、どんな感じなんでしょうか。あ、俺、これ知ってる。見たことがある。30ms でしょ。このフェイスパーツ、まんま 30ms ですね。へえ。この首周りのパーツなんてもうまさに 30ms そのまんま。なるほど。次のランナーを見ていきましょう。このフレッシュなランナー見たことある気がする。これは関節周りかな。うん。あ、おっぱい買った。これは手首と髪の毛か。髪の毛が繊細な感じがしますね。次、ピンク。ピンクが眩しい。なるほど。これはあれですね。30ms ですね。フィギュアライズスタンダードというよりは 30ms。そんな雰囲気を感じます。ほえー、完成見本超かわいい。マジかよ。ランナーを見ていきましょう。ランナーは全部で14枚。そのうちポム素材のものが1枚と顔が3つ入っております。パッと見た感じだと素体用の部品が半分、武装用の部品が半分といったところでしょうか。説明書の指示だと顔からなのでここから作っていきます。見てください、この可愛い顔。完全に 30ms フォーマットですね。こちらは目が横に向いているような顔。口がちょっと上に上がってますね。で、3つ目がこちらの口を開けた顔なんですけれども、口の中が別のパーツになっています。細かいですね。口組み立てるとこんな感じ。かわえー。では頭部組んでいきましょう。
この辺の組み心地は完全に 30ms フォーマットです。前髪の左右をはめ込んでから前髪をくっつける。よいしょ。もう完全にどっかで見たことがある組み立て工程で、後頭部上にはオプションパーツをつけるための穴が開いていると。今回は通常の髪型で組んでいこうと思います。ちっちゃいのでなくさないように注意。よいしょ。これで頭部が完成。かわええ。さっきからかわええしか言ってねえな俺。次にポニーテール。なんとびっくり、パーツ3つで構成されています。髪の毛のディテールもかなり繊細。いいですね。これはいいものだ。ポニーテールに可動軸を入れて、こちらのピンクのリングを挟み込みまして、頭にドッキング。これで頭部は完成。髪の造形が細かくて大変良きです。星野文菜との頭部比較です。頭部の大きさはほとんど一緒にもかかわらず、アバター文菜の方が可愛く感じます。目の大きさが全然違いますね。こうやって見ると。スーパーフミナとの比較です。頭部の大きさが全然違います。スーパーフミナサイズがかなり大きいので、これはもう仕方がないところ。やっぱりアバターフミナが可愛いですね。髪の毛の造形の差も大きいっすね。続いて胸周りの組み立てです。この組み立てに関しても何かどっかで見たことがある 30ms。 よいしょ。知ってる知ってる。この組み立て方知ってるぞ。神経ゼミで見たやつだと。そんな感じでいろんな既視感を感じつつ胴体が完成して首をつけてみました。ここでまたしても比較してみましょう。華奢。アバターフミナは肩幅が小さいし胴体も細い。それに対して星野文菜さん、レスリング部かな。横から見た時も全然姿勢が違います。わかりますかね、この背中のラインの違い。アバターフミナはこんな人間現実にはおらんやろっていう姿勢をしてます。続いて腕ですが、こちらも 30ms 譲りの構造で何の苦もなくあっという間に組み立てることができます。当然のように合わせ目も出ません。すげえ。手首の関節はポム素材となっております。ここのはめ合わせが結構硬いので、ピーンと飛ばして部品なくさないように気をつけましょう。グッとね。手の材質はかなり柔らかい材質なんですけれども、素材表記上は PS 素材となっていました。アサフレックス系の材料なのかな。両腕できたところで胴体にくっつけてみました。肩幅が狭いがゆえに腕を真下に下ろすことはできません。現実には存在しない人体構造ですね。続いて脚部の組み立てですが、30ms でよく見た合わせ目が全く出ない構造となっています。唯一違うのはここの足首のアーマーが足側にポッチがついてまして、ちょっと見えにくいですね。見えますか。ちょっとしたポッチがついてまして、そこに足首アーマーの軸をパチッとはめるという形になっています。30ms の足にこのポッチは多分なかったと思う。足が完成しました。横から見た時のこのライン、現実ではありえないラインを描いております。星野文菜と比較してもこんなライン人体で存在しねえよっていうラインですね。両足完成したところで体にくっつけていきます。ここの軸が結構繊細なので慎重に取り付けましょう。私は 30ms でここをへし折ったことがあります。
きついなと思ったら軸の太さを削って調整するなど慎重にやった方がいいと思います。といった感じで本体が完成です。うわー、かわいい。何これ、やばい。全国の青少年の性癖おかしなるで。いや、すいません。少々取り乱してしまいました。さて、そうじゃないんですよ。このキットが可愛いことなんてね、発表された当初から分かっていたことなんです。このキットを組んだ目的は、過去のフミナたちと比べて、過去のフミナの何が悪いのかを見ていって、どうすれば可愛く改造できるのかを考えることです。ということで、まずはフィギュアライズスタンダード星野フミナとの比較になります。星野フミナに関してまずパッと見でわかることは、骨格が可愛くない。ごついというとちょっと語弊があるんですけれども、なんて言ったらいいのかな。現実の人体に近すぎる。アバターフミナを見てもらえればわかると思うんですけれども、大きい頭に極限まで狭くした肩幅、それから体の曲線はうねりにうねっております。これリアルには存在しない体型なんですよね。ただ2次元のキャラクターを立体にしようとすると、こういうある意味でのデフォルメを施さないと可愛くならないっていうことなんじゃないかなと思います。タミヤだって言ってた、車をそのままプラモデルにスケールダウンすると何かおかしくなるからプラモデル用にデフォルメをするんだって。あとはそうですね、頭頂部の髪の毛がちょっとボリューム不足なのかなという気がします。上から手で押さえつけられたような髪型になっちゃってるんで、そこはパテを盛るとかして対応してもいいかもしれません。とごちゃごちゃ言っておりますが、改造し始めるとキリがないと思います。腕に自信のある人はチャレンジしてみてください。次にスーパーフミナと並べてみましょう。スーパーフミナに関しては、顔を頑張って可愛くすれば、あとは好きに作ればいいんじゃないかな。この子ロボットだし、なんというかあれですわ。比較すればいいってもんじゃないですね。というわけで、フミナ3種比べいかがでしたでしょうか。個人的には3種類それぞれいいところがあると思います。ブサイクだブサイクだ言われているスーパーフミナに関しても、改造して可愛くすることができた時の喜びっていうのは素晴らしいものがありますので、ぜひチャレンジしてみてください。個人的に意外だったのが、フィギュアライズスタンダードの星野フミナパイセンが思ってたほど可愛くないことですかね。このキット出た当初はスーパーフミナに比べてなんて可愛くなったんだろうと感動したもんですけれども、アバターフミナと比べるとレスリング部パイセンってなっちゃいますね。で、最後にアバターフミナ君、君に一言言いたいことがあります。君は果たして本当に星野フミナと言っていいのかな。というのもですね、星野フミナの設定がこれですよ。これから比べるともう完全に別人。これを果たしてフミナ扱いして可愛い可愛いと褒めたたえるのが正しいことなのかどうかという葛藤が自分の中にはあります。ただなあ、バンダイさんそこんとこはうまくてなあ、この子はフミナじゃなくてアバターフミナ。メタバース空間内のフミナであってフミナ本人じゃないんだよな。なんかしてやられた感じがする。悔しい。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。みんなもスーパーフミナの顔ペイントとか始めて沼にはまったらいいと思うよ。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。